おはようございます。メルカミ太一です。今日はフランス人の大好きなじゃがいもと旬の黒トリュフを使ってパイ包み焼きを作ります。トフトドゥポムドテトリュフノワです。この動画の中でパイ包み焼きに必要な基本的なテクニックをゆっくりと解説していきたいと思います。今回はじゃがいもをファルスに使いましたけども、じゃがいもの代わりに魚を使ってムースとポワッソンなどを入れても美味しいです。あと肉、ジビエなどを使っても非常に美味しいので、ぜひ挑戦してみてください。今回私は直径25センチぐらいのパイ包み焼きを作りましたけども、これが大きくても小さくても全く容量は一緒です。それではトフトドポムドテトリュフノワを一緒に作っていきましょう。それではフレッシュ生の黒トリュフ、下処理したものをエマンセスライスしていきます。また黒トリュフの下処理の仕方は別に動画を作りますので、そちらを参考にしてください。今回厚めに切っています。もちろんこれは生のものを使った方がより美味しいと思います。じゃがいもと一緒に火を入れていく中でトリュフの香りがじゃがいもに移って非常に美味しく仕上がります。続いてじゃがいもに火を入れる用のアパレイユを用意します。鍋に生クリーム、牛乳、塩、あと白胡椒、ムーランでひいたものです。それにナツメグ、ノワドムスカのラペ、すったものを入れます。最後にローリエ1枚を入れて、これでアパレイユの完成です。次にじゃがいもを剥いていきます。よく洗ったじゃがいもの一番細い面をまず1周エコノムで剥いて、あと平らな面を一気に剥いていきます。次にじゃがいもをスライスしていきます。今回はベンリーナを使います。もちろん包丁で切っても構いませんけども、均等な厚さになるので、このベンリーナ一番太いサイズにして切っていきます。これ使う時手を切らないように気をつけてください。だいたい2ミリぐらいの厚さです。ここで一つ目のポイントです。切ったじゃがいもは水にさらさないでください。いつもなら水につけますけども、切ったらすぐに先ほど用意したアパレイユで火を入れていきます。こうするとじゃがいものでんぷんがアパレイユに出て、自然にアパレイユに濃度がつきます。よく混ぜてじゃがいも全体にアパレイユがつかったら、最後美味しいジュードトリュフを入れます。このジュードトリュフですけども、いつもトリュフを買っている業者が作っているもので非常に美味しいので使っています。もしジュードトリュフが手に入らなければ使わなくても大丈夫です。十分トリュフで美味しいです。またこの業者のリンクは概要欄に貼っておきますので、そちらを参考にしてください。火をつけたら沸くまでは強火で火を入れていきます。吹きこぼれないように気をつけながらゆっくり火を入れていきます。この時ですけれども、火を入れすぎずに軽くアルデンテぐらいですね、軽く芯が残っている状態まで火を入れていきます。もちろんアパレイユ味を見てください。この後じゃがいもに火を入れた後、半分ぐらいまでソースを煮詰めていきます。なのでここでしっかり味がついていると、ソースを煮詰めた時に塩辛くなってしまいます。なので気をつけてください。厚さじゃがいもにもよりますけども、このように刺して軽く入ってちょっと残るぐらい芯がある状態で、今回じゃがいもの火を入れるのを止めます。ざるにあげて液体とじゃがいもを分けます。この時入れたローリエは必ず抜いてください。残ったアパレイユ
ソースの方ですけども、半分まで煮詰めていきます。ソースもこのように煮詰まって粗熱が取れた段階、じゃがいもも粗熱が取れた段階でトフトをモンテしていきます。まずセルクルで型をつけて1センチ内側余白を作ってじゃがいもをきれいに並べていきます。じゃがいもが一層きれいに並んだ段階で、ここで先ほどのソース、煮詰めたソースを軽くかけます。その後先ほど切ったトリュフをきれいに敷き詰めます。トリュフをきれいに一層置いたらまたソースをかけます。またじゃがいもをきれいに一層並べます。最後の層、じゃがいもをきれいに並べ終わったら先ほどのソースを上からかけます。これでトフトのファルスのモンタージュが完成しました。今から、卵黄だけを塗って上からパイ生地をかぶせて蓋をしていきます。またこのパイ生地を伸ばす方法ですけども、それも解説した動画を作りますので、そちらを参考にしてください。このように丁寧になるべく空気を抜いて縁のところをきれいに指で押してフュータージュをくっつけていきます。このように中に押し込むような感じで指で押してパートとパートをくっつけていきます。この後大体のサイズ、少し大きめに包丁で切っていきます。この時多少形が悪くても構いません。ここでフォークでくっついている根元の部分をこのようにまず刺していきます。こうすることによってきっちりパートがくっつきます。今度気をつけないといけないのが、あまりファルスの中の方を刺してしまうとファルスが漏れてきてしまいます。なのでギリギリのところ、パートとパートがくっついている部分をフォークで刺していきます。この後フォークの背を使ってこのように押さえていきます。この時ですけども、軽く粉をつけてフォークで押し付けていきます。切れない程度に強く押していきます。こうすることによってパートがくっつきますので、外れることがありません。それでは真ん中にシュミネと言われる穴を開けます。直訳すれば煙突という意味です。これシュミネというだけあって、そこから蒸気が出るための穴を作ります。このまま穴を開けっぱなしでも構いませんけども、さすがにきれいに見えないので残り生地を使ってきれいにデコレします。
このように穴より少し大きめのオンポフトピエスで抜いて真ん中を抜きます。ドーナツ状にしてから先ほどの穴の上にかぶせて、これで OK です。この後パイ生地の表面に1回目の卵を塗ります。1回目は必ず黄身だけ、ジョンドゥフだけを使って丁寧にムラなく塗っていきます。卵黄だけを塗った段階で乾ききる前に包丁の背などを使って模様を入れていきます。この時パートを切らない程度に、でもかなり強めに模様を入れていきます。イメージ的には塗った卵黄をそぎ落とすような感じで少し強めに模様を入れていきます。ここで最後余分な縁の部分を切り落としていきます。よく切れる包丁を使ってこのように切っていきます。先ほど塗った卵黄が乾いてきたら、最後仕上げに全卵を溶いたものをハケを使ってムラなく塗っていきます。この時もムラがないように丁寧に塗っていきます。きれいに塗り終わったら最後170度のオーブンに入れます。今回のオーブンは風が回っていないオーブンで40分じっくり焼きました。やはりパイ生地はきっちり焼き切った方が美味しいと思います。オーブンから出したてで熱いうちにこのハケを使って表面を撫でてやるとより光沢が出ます。このハケはきれいな油も塗っていないハケですけども、見てもらったら分かるようにこのように光沢が出てきます。温かいお皿に盛り付けて、これでトフト・ド・ポム・ド・テール・トリュフノワの完成です。今回このまま丸のまま用意しました。例えばこれをお客さんの前でデクパージュしても非常に面白いと思います。これにつけるメインのお肉はやはりシュブルユなどが非常に美味しいと思います。ぜひ挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。